キッチンの蛍光灯の下で私は買ったばかりのオリーブオイルを見つめたまま動けなかった。これ、偽物だった。あれは半年前のことだった。それから少しずつ本当のことが見えてきた。なぜ私は気づけなかったんだろう。毎日料理するからちゃんと選んでるつもりだったのに。答えを探すには半年前に戻らなきゃいけない。始まりは大学時代の友人佐藤さんの一言だった。私は30歳。都内の IT 企業で事務をしていて一人暮らし。自炊が趣味で食材選びにはちょっとうるさい方だ。半年前のある週末、大学時代の友人佐藤さんとカフェで久しぶりに会った。彼は今食品メーカーの調達担当として働いている。佐藤さんが見せてくれたのはポルトガルのニュースだった。最近オリーブオイルの偽装がすごいんだよって真剣な顔で言った。押収された量はなんと16,500リットル、ドラム缶80本分以上だって聞いて思わず声が出た。佐藤さんは静かに言った。産地証明も品質検査も書類が完璧だったらしいんだよ。だから偽装が見抜けなかったと。佐藤さんが先に席を立っても私はしばらく座ったまま動けなかった。海外の話で私には関係ない。そう思おうとした。食品偽装なんてどこか遠い国の話。日本は表示も基準も厳しいから大丈夫。そう信じていた。でも夜になっても気になって眠れない。ベッドの中でスマホを手に取って食品偽装と打ち込んでみた。最初に出てきた数字を私は二度見した。年間6兆円規模。世界の食品偽装市場がそんなに膨れ上がっていたなんて。なぜここまで大きくなってしまったんだろう。翌朝会社に行く前にコーヒーを入れながらもう一度検索を始めた。世界の食品供給の 10% 以上が何らかの形で偽装の影響を受けているという推定もある。でもなんで日本ではこういう数字がほとんど報道されないんだろう。なんだか意図的なものを感じてしまった。さらに記事を読み込んでいくとある共通パターンに気づいた。偽装が拡大する背後には3つの力が連鎖して働いているらしい。まず1つ目は気候変動。世界各地での異常気象が作物の不作を引き起こしている。ニュースでも見たことがある。2つ目は価格高騰。気候変動による不作で価格が上がっていたところにウクライナ紛争が追い打ちをかけた。穀物価格は20に押し上げられた。実際ウクライナ紛争の後、穀物価格は最大で 1000% 以上も跳ね上がった品目があった。10倍以上、信じられない数字だった。そして価格が上がれば上がるほど偽装の動機も強くなる。実際 EU では牛肉価格高騰の中、ビーフ製品から馬肉が検出される大規模スキャンダルが起きた。摘発件数は450件以上。そして3つ目が AI の登場。生成 AI を使えば産地証明書や品質検査書を本物そっくりに偽造できてしまうらしい。 AI で作られた偽造書類は本物と肉眼では見分けがつかない。書類さえ揃っていれば完璧に見えてしまう。これまでの常識が通用しなくなった。気候変動、価格高騰、AI 偽造。この3つが同時に作用してしまう時代に私たちは生きている。 EU の食品安全当局によると過去4年間で食品偽装の摘発件数はなんと10倍に増えているらしい。それでも氷山の一角と言われている。そこでようやく分かってきた。佐藤さんが言っていた書類は完璧だったっていう謎の言葉の意味が。じゃあ日本は本当に大丈夫なんだろうか。日本は食品偽装リスクが高いとされる地域からの輸入依存度が年々高まっている。食料自給率が低い国が避けられない現実だという。そこで私は一番大事な問いに行き着いた。偽装を見抜く方法はあるのか。答えが欲しかった。だからもう少し調べた。そして世界で最も偽装されやすい食品のリストにたどり着いた。世界で最も偽装されやすい食品ベスト3。これが本当にショッキングだった。第1位はオリーブオイル。安いひまわり油を混ぜてもラベルさえ貼り替えればエキストラバージンとかけてしまう。私のキッチンにあるあれ、本当に大丈夫だろうか。2023年、ポルトガル当局は33,000本もの偽装オリーブオイルを押収した。これは家庭6,600世帯の1年分の消費量に相当する規模。手口は思ったより原始的だった。安い植物油を混ぜて葉緑素で色を整えて産地ラベルを貼る。それだけで消費者には全く見分けがつかなくなる。第2位は蜂蜜。中国を中心に砂糖シロップを混ぜた偽装蜂蜜が横行している。EU 当局は
1年間で8150トンも押収しているらしい。蜂蜜の偽装も単純だ。安い砂糖シロップを混ぜて花粉をフィルターで取り除く。花粉がないと産地の特定ができなくなる。第3位はスパイス。アメリカ FDA は市場に出回っているスパイスの複数のサンプルから基準値を超える鉛の混入を確認した。鉛の混入は特に子供への影響が深刻だ。神経の発達に障害が出たり、認知機能が低下したりすることが分かっている。これは本当に怖い。その夜、佐藤さんに電話して聞いてみた。彼は静かに言った。いいか、これは現場の鉄則なんだ。価格が急騰している時こそ現物を疑えと。佐藤さんが見せてくれたデータは正直だった。オリーブオイルの価格が3倍になった年、偽装の摘発数も3倍以上に増えていた。偶然じゃ説明がつかない。さらに、問題を複雑にしているのが多層化したサプライチェーン。農場から私たちの食卓までに10社以上の業者が関わることも珍しくないらしい。日本の制度にも問題があるらしい。食品表示法の違反に対する罰則が EU やアメリカと比べてかなり軽い。これじゃ業者の抑止にならない。英国だけに限っても食品偽装による経済損失は年間2兆円を超えている。これは私たち消費者が知らずに払い続けている見えない税金みたいなものだ。EU の食品安全機関は毎月平均36件の食品偽装を摘発し続けている。それでも氷山の一角に過ぎないと当局自身が言っている。こんな世界規模の偽装に私みたいな一人の消費者が立ち向かえるんだろうか。問題の根本の一つは曖昧な産地表示の制度。国産とか〇〇産だけじゃ実際にどう作られたかは何もわからない。仕事帰りの電車の中で私はスマホを閉じた。これだけ知っても結局私一人に何ができるんだろう。そう思った。安定同位体比分析、シラと呼ばれる検査は産地の特定に最も有効らしい。だけどそれは専門の検査機関でないとできない世界の話。ブロックチェーンによるトレーサビリティも有効らしい。でもそれは大企業や調達担当者の世界の話で、私みたいな一般人には縁遠い。朝食の食卓を見つめた。蜂蜜のかかったトースト、オリーブオイルのサラダ。いつもと同じ食卓が急に違って見えた。夜、スマホがピコンと鳴った。佐藤さんからのメッセージだった。佐藤さんのメッセージにはこう書いてあった。実はさ、消費者でも見抜くコツがあるんだよ。翌日のお昼休み、私はあのカフェに向かった。佐藤さんが教えてくれたのは、誰でもすぐにスーパーで使える3つの確認方法だった。これは消費者でも調達担当者でも使える知恵なんだよと。まず1つ目は価格。本物のエキストラバージンオリーブオイルには適正価格がある。それより大幅に安いものはまず疑った方がいいという。2つ目は認証マーク。DOP、欧州原産地故障保護の認証マークがついていれば、産地が本物だと保証されている。ただし注意点もあると佐藤さんは言った。最近は認証マーク自体を偽造するケースも増えている。だから信頼できるお店で買うのが安心だ。3つ目は産地の具体性。イタリア産みたいなざっくりした表示じゃなくて、トスカーナ州モンタルチーノ産みたいに具体的な地域名が書いてあるものを選ぶ。この3点、価格、認証、産地の具体性。これだけで偽装に当たるリスクが大幅に下がる。今日からすぐ実践できると嬉しくなった。佐藤さんはさらに続けた。俺たち調達担当のプロが現場で実際にやっている対策も紹介するよ。3本柱があるんだと。1本目は多角的な検証。書類だけ信じるんじゃなくて、現地訪問、第三者サンプリング、それから価格動向の先読みを組み合わせるのがプロのやり方だという。2本目は第三者検査機関の活用。コストはかかるが、偽装が発覚した後の損失と比べれば安いものだという。3本目はブロックチェーンによるトレーサビリティ。農場から倉庫までの取引を改ざんできない形で全部記録する。大手サプライヤーにはここまで要求できる時代がもう来ているらしい。佐藤さんと話しながら私は確信した。知識が武器になる。家に帰って私はキッチンから夜の偽物だったオリーブオイルを取り出した。半年前私を凍りつかせたボトルを。半年前の私だったら絶対に見逃していた。産地が EU 産だけだったこと、収穫年が書いていなかったこと、価格が相場より3割も安かったこと、今なら全部わかる。翌日のスーパーで私は前と違う目で棚を見た。ラベルを確認して産地を見て価格と相場を比べる。小さな確認の積み重ねが嬉しかった。
知ることで選ぶ自由が生まれる。それが半年間で私が学んだ一番大切なことだった。あなたは今日どんな食品を買いましたか？今日の帰り道に一つだけラベルを確認してみてください。そこから全てが始まりますよ。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。